はい、今回はですね、この、ナンバープレートの位置をもうちょっと上に移動しようと、フェンダーレスキット風にしてみようということで、やってみたいと思います。この車両は、買った時にこの純正のドル分けじゃなくて、これオプションのリムなんだっけな、変な名前がついてるオプションのドル分けなんですよ。で、ちょうどこのフェンダーの斜めになってるところに移動するといいんじゃねえかなと思って今外してますね。で、このフェンダー自体はボルト4本ぐらいで止まってるだけだったんで、外して、これが、このギボシがあれですね、ナンバープレートとのギボシでこんな感じでプランプランとなったわけですね。で、このナンバープレート今外してますけれども、こんな感じで外していきます。こんな感じですね。分解して。で、今いろいろ悩んでますね。ざっくりとした計画だけだったんで、こんな感じでつけれればなということで、いろいろその場合わせていきますね。もともとこのストリートスクランブラー自体にその社外品でフェンダーレスキットってあんまりないんですよね。で、あっても高いし、そんなに選べないんですよ。数社しかなくて。で、たまたまこの純正オプションのフェンダーのところを見てたら、ここにつけりゃいいんじゃねえのと思って、今こう当てがってるところにですね、つけようと思ったわけで。そうするとほら、フェンダーレスキット風になってくれるので、これでいいかなと思って、今いろいろ悩んでますね。ここに開けりゃいいかと。穴開けりゃいいかと。この純正のこのパーツに穴開けるのがとても心苦しいですけど、この穴2箇所でなんとか解決するならということで、この裏側がこうやってリブがついてるんですよね。リブの間にうまいことナットがね入ってくれるかどうかが心配だったんですよね。穴開けた時にリブの位置がちょっと問題だなと思ってたんですけど、で、今取り出してるのがなんだ、これがナンバープレートと、で、この今ナンバープレートの裏につけてるこのステー買ってきたんですよ、これホームセンターで。で、このステーをうまいことつけりゃいくんじゃねっていうことで、それで、やってみてるんですけども、で、いろいろその場合わせで今一生懸命やってますね。で、この時はね、何にも考えてないんですけど、これ今ナンバープレート止めてるボルトが入ってて、で、結局この泥除けの部分にこのステーを
止めなきゃいけないので、それを止めるボルトも入るわけで、そうするとステーとナンバープレートの間に隙間ができるわけですよ。それを考えてないで今ね、マーキングしてますね。ここでいいやみたいな。これ後で気づくんですけどね。でもこうやってステー当てがあってこの辺でいいかなみたいなことで、今見とりますね。この辺に穴開けりゃいいかななんてね。で今マーキングしちゃったりして、でもここに穴を2個開けようということでマーキングして、はい、もうドリル登場です。何にも考えてないです。まだこの時点では気づいてないですね。はい、もう行っちゃいましたね、これで。はい、もうこれで後戻りできません。来ましたよ。はい、もう2個貫通。2個貫通させました。で、だんだんまあ、太いドリルで、ね、ボルトが入る大きさまで穴を広げてやってますね。まだ気づいてないですね、この時点でも。どんどん太くしてます。はい、どんどん太くして、穴を大きくしてます。はい、もっと太くします。はい、もっと太くしてます。全然気づいておりません。で、ここで、ボルトが入って、大きさ OK だと。で、このステーを止め、仮止めですね。こんな感じかと。これでね、一応ステーがね、ついたわけなんですよ。でね、もうこれ、純正のステー外してきましたね。これナンバープレートのベースを。でも印つけましたけど、結局この間にナンバーをつけた、仮でつけたら、あれこの隙間どうしようもねえんじゃねってなって、結局こうやって今度こっちに穴開けることになったんですね。マーキングしたところに穴開けてますね。どんどん大きい穴をね広げていってね、ここでこっちにもボルトが通るようになって、でこんな感じでベースが取り付いたわけで、このベースだとちょうどもともとついてたものなんでね、ナンバープレートとこのベースの間がうまく浮くような設計になってるんですよね。でこんな感じで良かったですよ。もうとりあえずついて、あとはこのナンバープレート等をどうつけようかということで、もうこの時点でついてますね。もうナンバープレートと、結局さっき使わなかったステーをナンバープレート等の方に使いました。
結構いい感じの、結果オーライでナンバープレート灯がついてくれたんで、こんな感じですね。あと今度リフレクターをつけたら終わりかなというところで、今回はこのナンバープレート灯の取り付けのところまでやって終わりましたかね。で、あと、この裏側、泥除けの裏側に、このカバーがついてたんですけども、これを、このアルミ板でね、作ろうということで、さすがにこの黒い部品をね、切ったりしたくはないので、このアルミ板で同じような形に作りゃいいかということで、これから、製作していくわけです。あとはこれ、切って出来上がったら、色がさすがにね、この色なので、裏側とはいえ取り付けた時にちょっとちらっと見えても嫌なので、後でこれは黒く塗装しようかと計画しています。はい。で、これが後日、塗装ということで、密着ロンと黒いラッカースプレー買ってきてですね、こうやって密着ロンをまず塗っとります。で、黒いラッカースプレーで塗りました。裏側につく部品なんで適当にね、こう黒く塗っていきます。こんな感じで仕上がりは綺麗ではありませんが、こんなもんでしょということで、一応おさらいで、これが取り付けるナンバープレートの、台でプレートがつきますと。で、これがナンバープレート灯を止めるステーということで、多少穴を開けたりして、加工しました。で、ナンバープレートとこのベースの間にはこのスペーサーが入ってですね、こんな感じで隙間が開くように、止められますと。そういう構造になってるんですよね。こう止めた時にナンバープレートとベースの間にはスペースが空くわけで、これベースのところにゴムがついてるんで、それを避けるための穴をこのステーに開けました。このゴムを避けるため、こんな感じで、あとは友締めで泥受けとベースの間に挟むだけなので、こんな感じですかね。これはナンバープレート灯がつく様子、こんな形でつくんですね。はい、一応形としてはこんな感じ。あとはバイクに取り付ければ OK です。はい、あとはここから外に持ってきて、部品をちょっと組み立てて取り付けていくところですかね。これも六角穴付きのボルト2本でちょいっと止めて、でベースとの組み合わせでこんな感じですかね。
な具合にベースがつきますと。締め込んで、ナンバープレートつけて、形としては今の状態ですね。あとはさっきの手作りインナーカバーですね。あれをつけようということで、配線をちょっとまとめて、あとは4本のボルトで留めて終わりになります。この時ちょっと穴が若干合わなくて、途中ドリルで少し5ミリほど穴を広げましたね。それで完成しました。一応これで、今日の作業は終わりました。なんとかね無事終わりましたけども、途中先走った、ステーの穴の位置でですねどうなるかと思いましたけども、なんとか結果オーライな取り付けになったので良かったです。皆さん取り付けるときは計画的にお願いいたします。穴開けたら終わりなので。ではまた。